ここが好きだよ日本人へようこそ。食文化というのは世界各国で多種多様に進化を遂げています。そんな中でも日本には世界で類を見ない食文化が根付いているのです。白米や味噌汁、焼き魚といった和食の定番メニューから懐石料理や郷土料理、和菓子などヨーロッパ圏とは異なる食べ物が受け入れられています。中には鰹節や納豆、豆腐、こんにゃくといった製造の過程で非常に手間のかかる食品もあるのです。こういった食品には昔の人の知恵と食にかけた情熱が詰まっています。型や工場で作られた気軽に食べられる食べ物も人気です。日本の食に対する基準は高く、それを満たすために日夜研究がなされているのでしょう。日本の袋菓子は世界でも大人気。今回は海外の人をも驚かせた日本のあるお菓子について紹介します。世界が認める日本のクオリティが詰まったお菓子とは一体どういったものなのでしょうか。いや、僕はジョージ。イギリスはノーザンプトン出身の29歳だよ。君たちはイギリスと聞いて僕のことを英国紳士だと思っているかもしれないけど、そんなことはないよ。英国紳士と呼ばれるのは裕福な家系の子女だけさ。大方のイギリス人男性は別にジェントルマンじゃないから身構えないでほしいね。せっかくだ、イギリスの文化を思い浮かべてくれ。多分ロックミュージックなんかを想像する人が多いだろうね。クイーンやビートルズなんかは有名だからな。モッズとパンクという若者の間で流行したカウンターカルチャーも同時に思い浮かべるだろう。食文化についてはあんまり語りたくないんだけど、フィッシュ&チップスは有名だね。イギリス人の燃料といっても過言ではないこの食べ物。一時は原材料のタラが乱獲によって絶滅危惧種になったぐらいなんだ。他のイギリス料理はあんまり評判が良くないね。どうやら薄味な上に野菜は基本茹でて使うから歯ごたえも良くないって言われてるそうだ。イギリスの文化と言っていいのかわからないけど、大英博物館も有名だね。世界から集めた収蔵品が展示されていて、歴史を勉強するのにもってこいの場所だよ。他にもイギリスといえば英国の国だけあってスーツなんかも評判が高いね。服つながりでチェック柄で有名なバーバリーもイギリスのブランドさ。僕の出身地でもイギリスを代表する一品が作られているよ。それは靴。英国紳士にはスーツだけじゃなく革靴も欠かせないだろ。チャーチやエドワード・グリーンといった世界的にも有名な革靴はここノーザンプトンで作られているんだ。パンク好き御用達のドクター・マーチンのイギリス製ラインもここで作られているね。イギリスを代表する映画である007、その主人公であるジェームス・ボンドが愛用しているのもチャーチの革靴さ。ここからは僕の旅行の話をするよ。久しぶりに長い休暇を手に入れたから海外に足を伸ばそうと思ったんだ。だから前々から気になっていた日本に行ってみることにしたのさ。他のヨーロッパの国には何度か行ったことがあるし、アメリカに行くという気分でもなかったからね。日本という国に対する理解度は浅かったよ。同じ島国で車の品質がとても高いというイメージしか持ち合わせてなかったんだ。イギリスの工業製品は伸び悩んでいてね。昔は世界で初めて産業革命を起こした工業大国として高い国力を持っていたんだけど、今では英国病を経験して国の基幹産業が壊滅したんだ。英国紳士の乗り物である車も軒並み海外資本に買い取られてしまったよ。ジャガーやランドローバーはインドに、ロールスロイスやベントレーはドイツに資本が渡ってしまったんだ。一時はイギリスの工業製品が低品質であるということで有名になっていたね。
だからイギリス人から見ても日本の高品質な工業製品は魅力的さ。ロンドンの代名詞と言ってもいいロンドンタクシーも今では日本の日産が作っているんだ。同じ右ハンドルの国の車でも信頼性では向こうに軍配が上がるんだね。ということで羽田空港に降りたんだ。今回向かう先は東京。日本の首都であり文化の中心地だ。僕はまず渋谷に向かったんだ。日本の若者の文化を見ておきたかったのさ。若者が作り上げるカウンターカルチャーというのはとても興味深い。戦術のモッズやパンクなどのイギリスのカルチャーも若者が作り上げたものなんだ。駅を出てまず目に入ったのは犬の銅像。なんで犬なのかはわからなかったけど可愛らしかったよ。街を歩いていると派手なカラーリングのスクーターが大きな排気音を上げて走っているのを見かけたね。イギリスのモッズもミラーがたくさんついたスクーターに乗って走るから親近感を覚えたよ。どこの国でも若者はスクーターをいじるのがお決まりなんだなぁとしみじみ思ったね。渋谷109という店にも立ち寄ってみたんだ。どうやら若者向けのファッションが揃うらしい。中を見てみたけどファッションには詳しくない僕でも渋谷の若者が好むファッションが分かったよ。ギラギラした雰囲気のコーディネートがいいらしい。次に行ったのは浅草。日本の伝統的な下町なんだそうだ。イギリスにもイーストエンド・オブ・ロンドンのような下町があってコックニーと呼ばれる独自のスラングをしゃべる人たちがいるんだ。工業を支えているのは下町の人たちであると言っても過言じゃないね。サッカー選手のデビッド・ベッカムも下町出身だよ。まずは浅草寺。東京都内最古のお寺なんだそうだ。参道でいろんな食べ物を食べながら回ったよ。次に行ったのは近代的な東京の建物、東京スカイツリーさ。イギリスにもザ・シャードという超高層建築物があるんだけど高さは300メートルほどでね。高さが600メートルもある建造物の中に入るのは初めてだよ。このスカイツリーエレベーターから違うんだ。内装にこだわっていて日本を感じさせる江戸切子にインスパイアされた内装なんだ。展望台について感じたのはその見晴らしの良さだよ。東京が一望できるだけでなく遠くの富士山も見えるんだ。スカイツリーを出てさらに下町を散策することにしたよ。アメ横という商店街に行ったんだ。どう調理すればいいのかわからないような食材がたくさん売られていて新鮮だったね。魚も売っていたからフィッシュ&チップスにして食べたかったよ。次に立ち寄ったのはお菓子屋さん。ここで僕は驚くべきものと出会ったんだ。ここのお菓子屋さん、駄菓子という日本の昔ながらのお菓子を売っているお店なんだけど、この駄菓子というものがなかなかに新鮮なんだ。なんといっても値段が安くてね。棒状のスナック菓子が1本10円で買えるんだ。他のお菓子も子供のお小遣いで買えるようなものばかり。気になるから10円のスナック菓子を買ってみたよ。こんな安い値段で売られているんだろうから味には期待していなかったけどね。それを近くの公園で食べたんだ。その時は驚いたよ。サクサクとした食感なのはスナック菓子だから当たり前なんだけど、味もしっかりとついていたんだ。クリーミーな味わいだったよ。イギリスでは1日に何度も紅茶を飲みながらお菓子を食べていたからお菓子の味にはうるさい方だと思っていたけど、そんな僕でもうなるような美味しさだったね。商品名に違わずうまいお菓子だったよ。スコーンの代わりにしてもいいね。だからもう一度店に行って駄菓子をお土産に買って帰ることにしたよ。日本の食文化は世界に誇るものだとは聞いていたけど、10円の駄菓子でもこんなにクオリティが高いとは思わなかったね。その後他の店で袋菓子も買ってみたんだ。10円であんなに美味しいのだから高いお菓子ならもっと美味しいはずだと思ってね。何個か試してみたんだけど、じゃがいものスティック菓子が美味しかったね。とにかく工業製品だけでなく食品も世界に誇る品質であるということが分かったよ。翌日他のスポットも回ったよ。東京駅周辺やお台場にも行ったね。秋葉原は日本の漫画カルチャーの中心地として有名なんだそうだけど、僕はアニメや漫画に疎いから今回は行かなかったよ。築地で食べたもんじゃや江戸前の天ぷらが美味しかったね。
特に天ぷらはイギリスのフィッシュ&チップスと同じフライ料理だから故郷を思い出したよ。この旅を振り返ってみて思ったのは、日本人のストイックさ。工業製品であろうが食品であろうが、最高の品質を追求する心構えは素晴らしいという言葉だけじゃ言い表せないよ。僕も日常にメイドインジャパンを取り入れたいと思ったね。日本ならではのおやつである駄菓子。子供の頃に食べたことがある人も多いのではないでしょうか。子供のお小遣いでも購入できるように設定された価格が特徴ですね。味も素晴らしく、大人が食べても満足できる点も見逃せません。そのクオリティは海外の人にも受け入れられています。特にうまい棒は外国の人が通販で購入してそれを食べる動画を上げるほど好評の商品。うまい棒という直球なネーミングに異論を唱える人がいないぐらいのクオリティなのです。日本のお菓子を世界に届けるサブスクのサービスが世界で大人気なのもうなずけますね。この駄菓子にも実は長い歴史があるのです。なんと江戸時代にまで遡ります。当時白砂糖で作られたお菓子のことを上菓子と呼んでいましたが、麦や豆、泡、冷え、くず米などに飴や黒砂糖などをあしらった安価な大衆菓子のことを駄菓子と呼んでいました。昔の駄菓子は麦粉菓子やおこし、カルメ焼きと呼ばれたもので、今では昔菓子というジャンルに含まれています。白砂糖は当時庶民向けの品ではなかったのです。当時は副業で駄菓子を作って売る人がいたそうです。現代の駄菓子は工場で作られています。低価格を維持するために製造過程が効率化されたのです。我々の暮らしに欠かせないおやつは日夜進化を遂げています。何気なく食べているお菓子は企業努力の賜物と言っても良いでしょう。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。視聴者の皆様のご意見ご感想をコメント欄までお寄せください。もしよろしければ高評価やシェアしていただけると嬉しいです。それではまた次回の動画をお楽しみに。